はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命のテーマの方はこちら。はい。豚のね、白ワインブレゼの方をご紹介したいなと思います。で、フォーカスする部分は、なぜね、豚の、こうね、塊肉をこう煮込んだりすると、赤身部分がパサパサになって、こうツナのような食感になるのか。でも、逆に、脂身の方はトロットロになる。これがね、なんとかうまい具合にいかないのかって、悩んでる方、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そこにフォーカスしたところで、今回ね、お話を進めさせていただきたいなというものになります。はい。ではね、まず2つの作り方見ていただいて、最後にね、専門的な説明というような流れになりますので、早速作り方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドーン。はい、では材料の紹介です。こちら豚肩ロースになりますね。で、よく日本のスーパーで売ってるチャーシュー用のやつをちょっと今回はね、セレクトさせていただきました。これにはちょっとね、実験のために理由があったりします。はい。で、これがミルパワですね。よく洗って、玉ねぎ、セロリ、人参ですね。で、こちらニンニク、パセリの茎、タイム、そしてローリエっていう感じですね。で、こちら白ワインご用意ください。で、キャベツですね。で、こちらね、そのままいってもいいんですけど、ちょっとわざと切らせていただきます。で、断面見ていただければわかるんですけども、全くサシがない赤身の肉、わざと用意させていただきました。で、それを塩コショウします。で、玉ねぎ、人参、セロリ。で、ニンニクはこんな感じに潰していただいて、で、ブーケガレルには茶パックに入れていただければ OK ですね。はい、キャベツはね、こんな感じで。で、余ったこういう皮は全部残しておきます。で、塩がね、振った後しっかりね、水が出てきましたので、よーく拭きます。ここはしっかり拭いてあげてください。こんな感じですね。で、それに強力粉をまぶしてよーくはたきます。で、次にこの余った皮類を白胡椒入れて、で、フォンドレギューム取っていきます。だいたい20分ぐらいで大丈夫です。で、こしてあげて、この出汁を使っていきます。こんな感じですね。では、こちらね、だいたい今180度から190度ぐらいのところに先ほどのパリネしたこちらお肉揚げていきます。リソレでもどちらでも構いません。私はもう基本的に完全に粉にね、火を入れたいので、この形を取らせていただいてます。で、ニンニクに香りを出したところに玉ねぎ、うっすらね透明になってきたところでこのね人参とセロリを入れていきます。で、しっかりね香りを出していきます。で、白ワインを入れてちょっとねアルコール飛ばしていきます。で、肉を入れる際は半分ぐらいで大丈夫です。3分の2ぐらいまでで蓋をしていくんですが、この時にドーンとね重ねてもう重しをやっています。これでブレゼ状態にしていきます。で、まずは60分かかったところで1回開けるとこんな感じになってますね。で、まだ串は通らないのでここでひっくり返します。で、ここでねキャベツは1回逃がしてあげます。で、さらに60分いきます。はい、これで2時間煮込んだことになりますね。で、1時間休ませて他の具材を入れて温めていきます。ではね、この時のお肉の状態見てみましょう。カットします。ズバッと切りますと、やっぱりね赤身が多いですので、こんな感じに皆さんなったりしませんかね。脂身のところはプルプルしてるんですけども、赤身のところがツナのようにねパサパサっとしているっていうところですね。脂身のところはね非常にプルプルっとしているんですけども、こんな感じでね仕上がっていきます。ではまずこちらが鍋でやったやり方ですね。これはこれで非常にね
美味しいは美味しいんですけども、どうしてもやっぱり皆さん気になる赤身のパサパサ感は出ます。ただ脂身のところはトロットロで非常に美味しいです。はい、ではもう一つのやり方をやります。ちょっとねガルニチュール変えます。で、白インゲンちょっと洗ってきて、でこれをポンドレギュームに入れていきます。で今回はねガルニチュール変えたのには特に理由はありません。見た目がね違うように分かりやすくしてるっていうところです。でこうやって浮いてきたやつは取ってあげてください。でここからですね、まず塩、砂糖でそれを水に入れていって、塩が 3%、砂糖が 2% のブライン液を入れて、それに一晩つけます。でこれがねお互い一晩つけたものになりますね。でペーパーでよーく表面の水分取ってください。しつこいぐらい取っていただいて OK です。で粉をまぶして、でいつも通り揚げていきます。それでも OK です。でここまではもうね一緒になります。でそうしましたら、こういったちょっと広めの鍋を用意していただいて、水を張ります。でそこにね網を1枚かましてあげてください。でそこにこの鍋を入れます。あとは同じように蓋します。でその時にこの中の水分と外の水分が同じ位置になるようにしてあげてください。でここから1時間で、その間にね豆の方は火を入れるんですけども、この時に塩は絶対に白インゲン豆は入れないでください。で沸いたところでアクを取りましょう。でね今だいたいここのね水の温度、当然この100度の近くの温度になりますよね。当たり前の話ですよね。で鍋肌ですね、中の鍋肌がだいたい90度。今ね60分経ったのでちょっと開けてみましょう。こんな感じでね中はグツグツしてることはありません。その時の温度がだいたいこの温度ですね、80度から85度で同じようにひっくり返してあげます。でまた蓋をしまして、でね同じ条件にしたいので同じ60分で合計2時間火入れします。で2時間経ちましたね。大丈夫ですね。ちゃんと火もスッとね口も入ります。でこの時にね1時間休ませるんですけども、これもね同じようにひっくり返してあげて、で1時間休ませます。ではこれからねドレッセをしていきます。ではまずねお肉の状態見てみましょう。どうでしょう。最初のものとだいぶ違うと思います。ちょうどね中からこう汁も滴っていい感じですよね。でお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、色もねだいぶ違うんじゃないかっていうところにお気づきかなと思います。ではドレセです。ではこちらがねもう一つの方の豚肩肉の白ワインブレゼになります。どうでしょうか。先ほどのアップとはだいぶ仕上がりが違うんじゃないでしょうかね。では一体何が起きていたのか詳しくご説明したいと思います。はいどうもお疲れ様でした。駆け足気味ではございましたけども、豚肩ロース、白ワインブレゼ2つのね、実演をさせていただきました。ここからはね、専門的な部分をこうねパートに分けてしっかりご解説させていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、豚肩ロースのね、赤身についてのお話をちょっとさせていただきたいなと思います。で、今
回私が選んできたこちらのね、豚肩ロースなんですけども、こうバッと切った時に中にサシがほとんど入っていません。非常にね、これを煮込みにした時には硬くなる要因が非常に多い、お肉です。で、どういったお肉が理想かっていうと、せーの、ドン。はい。こんな感じでね、この油のサシが、このね、網目状に入っているものが、このね、煮込みには非常に向いているっていうところですね。やっぱり赤身一辺倒ですと、どうしてもこのね、なかなかこう、パサパサっとなってしまう要因がありますので、そこはね、こう肉選びの時にぜひ、ご注意いただけたらなと思っております。はい。で、今回、煮込みにね、使っていったのは、豚肩ロースなんですけども、他にもね、豚バラだったりとか、このね、豚のすね肉だったりとか、あとね、なかなか一般では流通していないんですけども、豚のほほ肉なんかもね、非常に煮込みには美味しく仕上がるものになってますね。はい。はい。で、今回の、この2つの料理に関しましては、ほぼ実験で作っておりますので、あくまでね、家庭でできる、日本の家庭でできるレベルの落とし込みっていう部分で今回ご紹介しております。で、おそらくこの海外の方も見てますので、ちょっとね、その方々に向けてのちょっと内容をお話しさせてください。で、日本のキッチン事情というものがありまして、日本にはですね、キッチンのところにオーブンというものはほぼありません。ですので、例えば海外の方々、特にフランスの方から見ると、いやいや、もう白ワインプレゼンにするんだったら、もうココットとオーブンありゃもうそれでいいじゃんってなっちゃうんですよね。なっちゃうんですけども、日本ではどっちも持っていない方が多いです。で、このね、ココット鍋とオーブンがあれば、もう話は解決しちゃうような話なんですけども、今回のこの台所革命の落としどころとしては、日本のね、キッチンで、ココット鍋とオーブンを持っていないということを考慮して、その中でね、最もできる、適温調理というものをご紹介するというところで、今回は話をね、こう動画を作っておりますので、そのところのね、ご理解のほどよろしくお願いします。はい、ではね、次になぜね、この豚肉に限らずなんですけども、こう肉がパサついてしまうかっていう原因のお話になりますね。で、最大の原因はですね、やっぱりこの煮ていくにしても、ブレゼにしていくときにも、このね、100度を超えてしまうっていうところが、まず原因の一つです。じゃあどういうことかっていうことなんですけども、この肉の赤身の部分、アクチンっていうところになるんですけども、これがですね、66度を超えると、こう雑巾を絞るように激しくね、収縮し始めます。はい。で、これがですね、収縮していくっていうことは、当然ね、その細胞の持っている水分を、外へね、こう放出していくっていう、ことになってきますよね。で、逆にですね、この硬いコラーゲンの部分だったりっていうところは、このトロットロのこのゼラチンに変わるまで、このね、75度以上の温度で、だいたいですね、2時間、1時間から2時間ぐらいの時間が必要になってくるんですよ。ですので、ここの、駆け引きのところで、この筋をこうトロトロっとさせようと思うと時間が必要。でも、一方では、この赤身の部分がどんどん雑巾を絞るように、どんどん収縮していって、基本的にこうパッサパサになってしまって、食べた時に肉の味がしない、なんていうね、経験がある方がいらっしゃるんじゃないかなというところのお話です。ではね、1回目に作った方の、豚肩ロースの方なんですけども、もう見ていただいた、カットしていただいたところでね、もうパッサパサだなって見ればわかるような状態だったと思います。でも、こうね、筋の部分だったり、脂身の部分はもう非常にトロットロになっていますので、で、これを食べた時には、確かにパサつくな、でもこのトロトロのところがあるなっていうところの、食感を感じることができると思います。で、これは、豚肩ロースですと、もう特に顕著にね、このツナっぽい食感っていうのが感じてしまうんですけども、逆に豚バラなんかはですね、層になってますので、脂身、赤身、脂身っていうようなこう順番にね層になってますので、これはね、たとえねオーバーキュイしてしまったとしても食べた時になんとなくトロトロしてるっていうような錯覚というか、感じがするので、そこまでね赤身のこのパサパサ感っていうのは感じずに済むのがこの豚バラのいいところだったりするんですけども、今回みたいにサシの入っていない豚肩ロースをこうやってね火を入れるともうもろにこうパサパサ感がね顕著に出るかなっていうところで、この実験のためにこのねお肉をチョイスしたっていうところになります。はい、次はね本丸の2回目のこの料理のね
ことが一体何が起きていたのかっていうところのお話をさせていただきたいなと思います。で、まずね、最初に、このね、ブライン液を作って、こう、漬け込むことをしてましたよね。で、これを何をしていたかっていうことなんですけども、じゃあまあ単純に水分をね、含ませていたんだなっていうような、まあ、イメージあると思うんですけども、単純にこの保水だけが理由っていうわけではないんですね。で、これ何をしていたかっていうと、まあ、筋肉の構成するタンパク質の一部をですね、まあ、筋繊維の間にこの水分を抱え込むためのスペースを、このね、塩で作っていくっていうところですよね。この、まあ、作業が非常に重要で、その、まあね、筋繊維の間にどれだけ水分を抱え込ませるかっていうのが重要になってきます。で、さらにそこに、まあ、この糖分が入ることで、保水力を上げる、まあ、肉のね、保水タンクを拡張させる、まあ、さらにね、強い役割を持たせるっていうところになります。じゃあ、それを一体何のためにするかっていうことなんですよね。それが先ほどお話しした、このね、肉のアクチンですよね。まあ、赤身の部分が、この66度を超えると、こう雑巾を絞るように、こう徐々にですね、水分を外に放出していくっていうことが起きるってお伝えしましたよね。ここをですね、できるだけその水分を、このね、収縮速度を緩めるために入れてます。これが非常に大事で、これをもししなかった場合は、またね、同じように、仮にね、ああいった火入れをしたとしても、このね、時間経過でどんどん水分が出てしまうので、それをね、遅延させるために、このね、保水をさせてるっていうところになりますね。はい、次にね、火入れのところになってくるんですけども、このね、大きなお鍋に、このね、中の入ったこう小鍋を入れて、こう火入れをさせていただきました。で、その時に媒体として水を使わせていただいてます。で、これ一体何をやっているかということなんですけども、これはちょっとフランスの方の、フランス料理の、まあ、専門的な用語で言うと、バンマリっていうような状態になるんですけども、このね、水を使って、こう、まあね、湯煎でやっていくっていうやり方、まあ、湯煎という言い方が一番わかりやすいと思うんですけども、これのまあ最大の特徴は、まあ、水は当然100度以上いくことはありませんよね。ですので、水の温度を測った時に大体まあ98度から100度ぐらいの前後でね、こう温度帯がこう出てくると思うんですけど、その時に鍋肌の方がまあ大体90度から95度で、中身の方のまあ液体の方が大体まあ80度から85度の前後でいくので、当然このガードされているので、中の温度がだいたいまあ80度から85度の温度帯で、だいたいねロックされるような状態になるので、まあ、コラーゲン、だけがね、赤身がね縮みきらずにコラーゲンだけが溶ける理想の温度帯っていうのがだいたいこの温度帯になってきます。これがですね2回目にやったこのね、白ワインブレゼのこのパサつきの根本原因を排除したロジックの一つになります。はい、次に、どちらの料理も2時間煮込ませてもらいました。これはね、皆さんに、まあ、構成性があるっていうところで、見てもらうために両方とも2時間っていう時間を設定してやらせていただいております。で、その時にですね、まあ、その2時間終わった後に1時間休ませてましたよね。で、これ何をしているかっていうことなんですけど、これは旨味の再吸収をさせてます。で、これはですね、絶対に煮汁をですね、常温で冷ましてください。で、これが温度が下がるにつれてですね、まあ、収縮していったこの筋繊維が緩んでいって、周囲にあるですね、この旨味がたっぷりあるこの白ワインのとですね、香味野菜の旨味が詰まったこの極上のね、スープをこうスポンジのようにね、内部に吸収していくっていうような役目がありますので、この1時間の常温の休ませは絶対にやってください。これがあるとないとでは全然違ってきますので、まずここが重要な部分の一つだったりします。今でこそね、フレンチのレストランなんかはこう何十万もするような真空調理器を使って、このね、温度調節をしたりとか、機械がなかった時代なんかは巨匠たちはこのね、鍋を湯煎にかけるっていうことで、このパサつかないこのね、温度帯80度をこう作り出してたっていうところなんですよね。で、これはですね、まあ、このフランスの伝統的な、まあ、料理の一つでもあるこのテリーヌをね焼くときと全く同じこの油と水分を分離させないための、まあ、調理学アプローチだったりします。で、このね、魚でも肉でもタンパク質の変性をコントロールして、支配するこの手法のことをこの適温調理ってこう言います。で、まあ、フランス語ではキュイッソン・ア・ジャスト・タンペラチュールっていう、まあ、言い方、まあ、舌噛みそうな言い方なんですけどね、
まあ、クリストン・ア・ジャス・タンプラチュールっていう、まあ、言い方になるんですけども、またね、このね、ココット鍋とか、オーブンの手法と、この低温調理なんかのね、まあ、真空低温調理なんかとも、こう似てはいるんですけども、アプローチとしては、まあ、全然別物だったりします。これ結構混同されてる方多いんですけども、そもそもこのね、まあ、ココット鍋オーブンのこの手法と、こう、低温調理の、真空調理っていうのはもう全然別物だったりするんで、この部分をね、本当は皆さんにこう、お見せしたいなとは思ってるんですけども、さすがにちょっと現状のキッチンでは難しいので、まあ、キッチンスタジオを開設できるまでね、ちょっと本格的な分子ガストロノミーはちょっとお預けでっていう感じで、よろしくお願いします。はい。はい、以上がね、赤身がしっとりとして、こう、脂身がトロトロっとしたね、このね、旨味をこう、逃がさない、このね、やり方をお見せいたしました。で、まあ、当然ね、こう、まあ、ココット鍋持ってますよとか、そのココット鍋が入るオーブン持ってますよっていう方は、今回のやり方ではなくて、まあ、純粋にそちらのね、まあ、技法を使っていただいて、やっていただければ当然トロットロになるのは、まあ、もちろんもうご存知だとは思いますので、ぜひね、そのやり方をしていただけたらなと思います。ただその際にですね、実はそのココット鍋すら湯煎にかけてオーブンに放り込んだ方がうまく上がりますので、その点だけね、ちょっと付け加えさせていただきます。これはね、まあ、巨匠たちも同じような手法で、ココット鍋にバンマリ状態にさせて、オーブンに放り込むっていうのは、ごごく当たり前のようにやってました。その時のね、温度調整、オーブンの温度調整なんていうのはもう本当にこれはマル秘事項だったりとかして、もうなかなか温度を教えてくれないなんてね、ありましたけども、非常にね、これは重要な技法の一つだったりします。はい。はい、いつもね、ハイプでの応援、そして、高評価、チャンネル登録、いつもありがとうございます。もうね、皆様からのね、熱いコメントね、本当にね、楽しく返信させていただいております。そしてね、まあ、コメントの方のね、ちょっとこう、見ていく中で、なかなかね、皆さん専門的なもう、ガツガツこう、聞いてくるので、私も熱くなって、わーっとこう書いてますけども、全然一言コメントとかのも全然 OK ですので、全然そこら辺は気負いしなくて、コメントしていただいて結構ですので、大丈夫なので、安心してコメントしてください。今コメントされてる方がやたらレベルが高いだけです。はい。レベルが高すぎるので全然一言コメントとかでも全然入れていただければもうさっとね、答えることもできますし、あと素人質問でとかっていうことをこうね文頭に書かれる方いらっしゃいますけども、全然気にしないで OK です。なぜかということなんですけども、皆さん、僕のスタンスとしてはちょっとした疑問をできるだけ聞いてほしいんですよね。でそれを私は専門的にお答えしたいなと思ってます。できるだけ分かりやすく皆様にお伝えして、皆様が思っている謎をできるだけ解決してあげたいっていうのがこのチャンネルの趣旨だったりもしますので、お気軽にコメントいただければできる限り、返信はしたいなと思っておりますので、お気軽にコメントの方いただければなと思っております。はい。引き続きね、皆様からのハイプでの応援、熱いコメント、チャンネル登録、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。